大河。まず人間の魂とは何かを考えてみよう。それは常識では人格と思われているが、実はそれ以上のもの。その在所は天界、そしてそのうちには過去の幾多の地上生活の経験が集められている。個人とはこの大河である魂のほんの一部分を代表するもの。一つの人格とは大なり小なり大河である魂とのつながりの中で生きているのであって、望めばこの大河から吸収することもできる。過去の神秘学派では新入りの信者に対し萎縮の霊をもってこれが教えられた。魂とは天界にある寺院である。一度の受肉は一個の粗い切り石である。地上経験によって粗が磨かれ、寺院の構造の中に置かれる。寺院建築においてはずさんな仕事は許されない。一個の歪んだ石くれがあれば全建築が崩れるのである。人間は自己自身を刻まねばならぬ。古代の石工たちが粗い切り石と名付けた自我を、のみと土と鉄槌をもって粗い生まれたままの切り石を刻まねばならぬ。神が地から天へと持ち上げたもう寺院にふさわしい一辺の石となるために、人間とは日ごと夜ごと自己を刻むもの。一日も自己に印をつけぬ日はなしと、こう知ったとき初めて己の心と感情を統制するものとなるのである。人間は天界にある魂の持ち主。その魂のうちに人生航路を導く種子が、すなわち霊、神性が宿されているのである。神は人生を作りたもうと我らが言うのはこの意味である。人間の心を高みへと駆り立て、時には低級な心やわがままに抵抗する。あれはこの人間に内在する神である。魂の道を作って行き、幾多の地上経験を重ねさせる。それはこの霊、神の火花である。魂の一部は受肉して地上に下ってゆく。その度に天にある大河の進化成長に役立つ経験を吸収してくる。だからあなたの進歩成長はすなわち大河への貢献である。あなたが再生を重ねつつ地上で苦闘する。それにつれあなたは美しい魂を建設しつつあるのである。人間とは単に剣有二つの回を行きつ戻りつするものではない。再生とはもっと大きな意味を持っている。あなたの大河の中では絶えず心的意義が成長しつつある。この広大な観念をお持ちなされ。あなたが深い悩みにあるとき、また困りきっているとき、ふと大河からのひらめきによって不可能と思われていたことが達成できることがある。また一瞬の閃光によって強者が勇者となり、利己主義者が無視に変わることもある。人間とは真実の自己である大河と結びつくことのできるもの。この人間の潜在能力を人は知らない。皆さん、人を裁く誤りをしてはいけませんぞ。人を見て、バカな、出来損ない、などと言ってはなりません。あなたは自分の言っている本当の意味が分かっていない。本当の意味とは、未熟な人は天界にあっては、純潔と美を秘めた魂、そういうことである。人は人を裁くことはできない。